暗い。皆さん暗いですよ。明るく振る舞える状況だとでも。正直、規則を守って生活するだけでいっぱいいっぱいですわ。もう何も考えたくないですわ。私、とても疲れましたの。ここに呼んだ意図を聞かせてくれないか、シェリー君。牢屋敷を何度も隅々まで調査してきたが、私たちにとって何も有効な手立てが得られていない。大魔女など本当に存在するのだろうか。私を含め限界が近い。エマはわざと心配をかけさせたくて。いや、でも。今日は皆さんと遊ぼうと思いまして。私たちはストレスで魔女化が進むんですし、楽しく過ごすのが一番。もっと元気よくいきましょなるほど。提案は間違っていない。でも遊ぶって何をするつもりだい？ここなら映画を見るとかビリヤードとかチェスとかあるけども、どれも元気よく遊ぶ感じではないかな。何もここにあるものでなくともみんなで遊ぶことはできると思うんです。例えばですね、ドッジボールとか鬼ごっことか。あなたとだけはやりたくない遊びばかりですわね。娯楽室が壊れちゃう。うちはパスだ。何度も言ってるが、おめえらと仲良くつるむ気はねえ。はあ、どう考えても私に勝てないからって逃げる気なんですね。ぷぷぷー。んだと？何の勝負だ？さっさと決めろよ。お、いいですね。それなら準備も楽ですし、腕相撲でもやりましょうか。魔法ありでルール無用の名付けてマジカル腕相撲です。上等だ。受けて立ってやる。単純極まりないな。まんまとシェリーに乗せられている。付き合ってやるか。審判は私がやろう。私は魔女ではないから魔法を使えないしな。君たちとは違うんだ。まだそんなこと言ってますの？いい加減お認めになりましたら。まあまあ、魔女でも魔女じゃなくてもいいじゃないか。ここは一つ楽しくやろう。私に勝ってみせなさい。笑ってられんのも今のうちだ。準備はいいか？始め。うちの炎に勝てるやつなんざいねえんだよ。熱して相手を弱体化させる作戦ですわね。卑怯だが確かにこれならシェリー君にだって。勝者立花シェリー。強すぎる。いや勝てんだろ。勝者立花シェリー。シェリー君、私のことを見てごらん。
ほら、うっとりして力が入らなく。勝者立花シェリー。シェリーちゃん、さ、おじさんと入れ替わりたくならない？なるほど、肉体を入れ替えて精神的勝者になる作戦か。おじさんの体楽しいよ、きっと。ほらほら、おじさんと入れ替わって。嫌ですね。あ、痛い。勝者立花シェリー。てか皆さん、弱すぎません？あ、シェリーちゃんの魔法が最強すぎましたか？あはっは。いや、これは参りました。悔しいですわ。もうエマくんしか残っていない。ぜひシェリーくんに勝ってほしい。あ、うん。シェリーちゃんと腕相撲すればいいんだよね。やはりエマの様子がおかしいな。そういえばエマさんがまだ残っていましたね。どう見ても私に勝てるわけありませんが、わっはっは、わっはっは。調子に乗りすぎですわ、あのゴリラ。絶対勝ってくださいまし、エマさん。頑張るよ。エマさんが勝てるようにおまじないですわ。二人とも準備はいいか？いつでもどうぞ。うん、大丈夫。よし、勝つぞ。あ、UFO。あれ？やりましたわね、エマさん。UFO に気を取られて力が緩んだ隙にシェリーちゃんをひっくり返せたみたい。レイヤか。魔法も使いようによっては思わぬ作用が期待できるんだな。まあまあ、勝ったからいいじゃないか。シェリー君、もはや君は王者ではない。その玉座から降りたまえ。ぐぬぬぬ、納得いきません。もう一回やりましょう。もう一潔く負けを認めろ。この勝負はエマの勝ちだ。私は何を？楽しませてもらったよ。私はこれで失礼する。一度は静まった。抑えられたと思っていた。けど。詳しくはないけれど、慣れ果てになるまで個人差があったり状況によって変わることは知っているわ。心の傷を深くえぐられるようなきっかけがあれば一気に魔女化は進むけれど、ただストレスを溜めているだけなら長く理性は保てるはず。心の強さ次第というところね。やあ、ヒロ君。最近のヒロ君、覇気がないよね。まあ無理もないが。
しかし私は何かあった時に頼りになるのはヒロ君だと思っているよ。共に切磋琢磨してきた仲間同士だしね。共に切磋琢磨した覚えはないが。ここは一つ一緒に極長を探さないかい？極長を？なぜ？もう一度裁判制度をやめる説得がしたいんだ。殺人事件などこれ以上はもう起こらないと信じるのが一番さ。けれど魔女裁判のことを考えると私たちは随分精神的に追い詰められる。みんなの心を少しでも守りたいんだよ。言い分は理解できるが、私も何度も極長に直談判はしている。けどあのフクロウは聞く耳を持たない。無駄なあがきな気がするが。こんな弱気な自分は私らしくない。でもそもそも私らしさってなんだ？ヒロ君、どうか私と一緒に来てほしい。わかった。探しに行こう。いや、偶然ですね。レイヤさん、ヒロさん。もしかしてシェリー君は地下探索にでも来たのかい？ご名答。やっぱり調査するならここしかないですよね。ちょうどよかったです。一緒に地下探索に行きませんか？極長が地下にいる可能性はあるな。そうだね。何せあそこにはいろいろ牢屋敷のからくりを動かすものがあるんだし。いいだろう。付き合おう。やったー。ではでは早速行きましょう。ああ、そういえばこのエレベーターは2人乗りでしたね。ずいぶん古いしね。仕方ない。私は待っているから2人で行ってきてくれたまえ。やりましたね、ヒロさん。地下探索にゴーゴーです。正直私が待っているのでもよかった。それにしてもこのエレベーターの中暑くありません？不気味な雰囲気ですよね。このまま異世界にでも行ってしまいそうな。知ってます？エレベーターにまつわる階段。ここは不思議なことばっかりですし、やってみたら案外いけちゃうかもですね。異世界。思いついたらやってみたくなってきちゃいました。試してみませんか？異世界エレベーター。気になって仕方ありません。やっちゃいましょう。いい加減にしろ。私たちは地下施設の探索をするのだろう。目的を忘れるな。そうでした。まったく黙っていれば静かになると思えば。やったー。着きましたよ、ヒロさん。いざ地下探索です。えいえいおー。はあ、すでに疲れ果てているんだが嫌な予感しかしないな。
やあアリサ君、ここで何をしているんだい？おめえらかよ。別におめえらに関係ねえだろ。そうだな、関係ない。私たちは私たちで極長を探しているだけだ。アリサ君は極長を見なかったかい？極長か。いや、今日は見てねえな。もう少し遠くに行ったら極長によく似た鳥が飛び回ってるけどな。あいつらは監視の役目があるみてえだわ。話は通じねえ。そうなのか。どうやって確認した？むしゃくしゃしてて炎をぶつけて落下させたんだよ。また過激なことを。アリサも随分追い詰められ消耗しているようだな。くそ、この塀さえ登れりゃな。なるほど。君は脱出方法を探しているのか。当たり前だろ。うちは初日からずっと探してる。こんなとこ出ないと頭おかしくなるだろうが。この塀だって何度も登ろうとした。でもどんな手段使っても途中で落とされんだよ。何か魔法のようなものがかけられているのだろうか。早く出ねえともううちは間に合わなくなりそうなんだよ。間に合わないとは。魔女か。自分でわかんだよ。うちはもう魔女化が進み始めてる。魔女化が進むと殺人衝動が起こる。最初はそんな話アホらしいと思ってた。でもこうも苦しい日が続いてると誰かと目が合った時に思うんだ。ああ、殺そうって。近いうちにうちはいつかうちじゃなくなる。だからまあうちのそばにはあんま近寄らねえことだな。誰に殺意が向くかもうわかんねえから。アリサ君、少なくとも私は君がそんなことを望んでないと知っているよ。おめえらの言うことはいちいち嘘くせんだよ。はすみ、二階堂、おめえらはうちが大嫌いなタイプだ。だからうちが魔女化したら最初におめえらに殺意が向くだろうな。さっさと消えろよ。レイヤ、行こう。アリサ君は本当は優しいのかもしれないね。今さら気づいたのか。アリサだけじゃない。私たちは誰も殺人など望んでいない。殺し合うのも魔女だと糾弾し合うのも望んでなんかいない。湖に誰かいる？ああ、極長かもしれないな。レイヤちゃん、ヒロちゃん、びっくりした。まさか誰か来るとは思ってなくて。服を着たまま入っていたのなら隠れる必要はないと思うが。いや、おじさんのくせにはしゃいでたのを見られたのが恥ずかしくて。おじさんではないんだろ。おじさんではないけども、そういう問題じゃなくて。まあまあヒロ君、普段見せない姿を見せるのはなかなか勇気がいるものなんだよ。けれど本当に意外だね。ミリア君ははしゃいだりするタイプには見えなかったよ。昨日シェリーちゃんと遊んで、ストレス解消には気分転換って必要だなってしみじみ思ったんだ。
だからたまにはパーッと湖で泳ぐのもありかなーって。ヒロ君、極長だ。ああ、行くしかないな。思ったより深いな。なんだ。くそ。結局私たちもずぶ濡れになってしまったね。こうなったら3人で水遊びする？レイヤちゃん、ヒロちゃん。天気もいいし、ここは気持ちがいいね。エマ君はここでお花摘みでもしているのかい？別に何も。エマ君の様子、おかしくないかい？最近ずっとこうだ。やめて。嫌だよ。やめてよ。一体何をつぶやいている？みんな死ねばいい。違う。そんなの僕の望みじゃ。違うのに。ストレスで魔女化が進み、殺意が芽生えているのか。いよいよ参っているのかな。何か元気づけられるといいのだけど。ここに極長はいないようだ。行こう。ノアのアトリエか。もうここに名付けた本人はいない。あなたたち、何のご用ですのかしら？ハンナ君こそここでまだ裁縫を？舞台用の衣装は全て出来上がっているはずだけど。もともとお裁縫が趣味ですのよ。今は人形を作っていますの。シェリーさんが集めてくれたおかげで布は大量に余っていますしね。最近エマさんの元気がなくて心配していますの。だから少しでも励みになるかと思って。ずいぶんとけなげだな。エマはそれだけハンナと親しくなっているということか。へえ、ハンナ君は本当に器用だね。洗濯も毎日してくれるし、私はそういった家事なんかは点でダメだから羨ましいよ。
羨ましい？ハンナ君が作ってくれた舞台用のドレス、本当に見事だ。この金色の刺繍なんてとても美しくて、いつまでも見ていたくなるよ。もちろん主役が一番だけどね。この王冠なんてとてもいい仕上がりじゃないか。それは私が作ったものじゃねえですわよ。そうかい。アンアンさんのリクエストでミリアさんが作りましたの。アンアンさんがどうしても王冠が欲しいと言って。そういえば筋書きにだいぶアレンジが入ってピーターパンというより主役が王子様になってたな。レイヤは随分喜んでいたが、それで王冠か。ノアさんから聞きましたけど、アンアンさんはウェンディ役をやりたがっていたらしいですわね。ああ、確かそんな素振りを見せていたな。そうだったのか。ハンナ君、ヒロ君、落ち込まないでほしい。私は舞台を諦めていないよ。ハンナ君がせっかく作ってくれた主役の衣装も着たいしね。主役の衣装も刺繍が素晴らしくて。ああ、ハンナ君は本当にすごいよ。君を心から尊敬しているんだ。私、忙しいのでもう行ってくださいまし。舞台をやるつもりなら、もう少し衣装も手直ししないといけませんし。照れているのだろうな。レイヤの言葉はいちいち大げさすぎる。ハンナ君の邪魔になってはいけない。私たちはもう行こうか、ヒロ君。いざ、極長を捕まえに。なぜ満足げなんだ。